ようございます。木漏れ日です。サクッと朝食をとってプラハで有名なクレメンティヌム図書館へ。オフシーズンは予約なしでも当日券で入れることが多いみたい。ただ入り口が少し分かりづらかったので参考までに残しておきます。Google マップで検索するとこの広場で案内が終了します。私もここってなりました。もちろんここではないので周辺を見回してこのキャメル色の建物を探してください。この建物の今ちょうど車が出てきた道を入っていきます。ここです。入っていいのかなと思って近くの方に声をかけようとしたのですが、話しかけない方が良かったので黙って進むのがおすすめです。通路を抜けると駐車場に出ます。ここから見える高い塔の方へと進んでいきます。ここまで来たらあと少し。先ほどの像を目印に右手に見える扉が図書館への入り口です。ハイシーズンは当日券を求めてここにも人が並ぶらしい。10時のチケットまさかのラス1でした。ラッキーガールって言われてちょっと嬉しかった。世界で最も美しい図書館の一つとも言われているクレメンティヌム、楽しみやわ。自由見学ではなくガイドさんが案内してくれるみたい。ガイドは英語やけど日本語の案内用紙もあるから安心。こちらの図書館は約300年以上の歴史を持つんだそう。教育や学問に力を入れていたイエズス会が築いた図書館です。いざ目の当たりにすると言葉を失う美しさ。天井には壮大なフレスコ画。建物に直接描くってなかなか大胆な技法よな。まるでこの空間自体が一つのおとぎ話のよう。今では当たり前に手に取れる本も当時はとても貴重な存在、大切にされてきたんやな。こちらは神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世。本を大切に守り後世へ受け継ぐきっかけを作った皇帝なんだそう。気づけばこうした細かな装飾にも見入ってしまう。窓から差し込む光までこの空間の一部のよう。印刷がなかった時代、本は一冊ずつ手書きで作られていました。だからこそ大切にされてきたことが伝わってくる。螺旋階段を上り展望台へと向かいます。これや、私の求めてたプラハ。どこまでも続く赤い屋根の街並み。ほんまに絵本の世界みたい。奥には旧市街広場を見守る聖母教会。初日に見に行った天文時計もあの辺り。目の前は絶景やのに足元はなかなかギリギリ。
思い描いていたプラハを見られて大満足。塔から降りる途中で不思議な穴を発見。実はこの小さな穴から差し込む光で太陽の位置を観測していたそう。正午になると光が床の線とぴったり重なるんやって。たった一筋の光で時間がわかるってすごい。昔の人の知恵が詰まった図書館クレメンティヌム、ぜひ訪れてほしい場所の一つです。静かな図書館を後にしてにぎわいのある広場へ戻ってきました。展望台から眺めていた景色が今は目の前に。実は時計盤の下には1年を表したカレンダー盤も。暮らしや季節の移ろいが描かれていて、こちらも見応えがあります。旧市街を抜けてやってきたのは、めっちゃ楽しみにしてたミュシャミュージアム。ミュシャの絵って見てるだけでワクワクする。カードキャプターさくらが大好きやったからこのテイストがたまらん。もうこの辺とか黒カードやん。ミュシャが人気になったきっかけは1枚のポスター。その後も次々と作品を生み出し、今も世界中で愛されています。シャンデリアの輝きにも負けない美しさ。映像展示も楽しめて、気づけばミシャの世界にどっぷり。ミシャ好きにはぜひ訪れてほしい場所です。グッズを求めて街の雑貨屋さんへ。たまたま見つけたお店やけど、意外とミシャグッズが充実してた。ミュージアムだけでは物足りない人におすすめ。お店を出てお目当てのレストランへ。ここは外せないと聞いていたお店。お腹もペコペコ、期待が高まります。オーダーしたのはカルパッチョ。チェコのダンディーなおじさまに囲まれながら黙々とランチ。こういうローカルな雰囲気も旅らしくて好き。カルパッチョめっちゃ美味しかった。食べ終わって街を散策。このアンティークショップ、勇気を出して入ってみたら可愛いものがたくさん。お店のおじちゃんもめっちゃ優しかった。他にもバッグやら服やら可愛いお店がいっぱい。でもチェコではぐっと我慢。途中で見つけたもう一つのミシャミュージアム。聖ビート大聖堂で見たステンドグラスのレプリカもありました。一休みで立ち寄ったのはカフェサボイ。
クラシカルな雰囲気が素敵な老舗カフェです。雨が降ってきて少し寒かったのでホットチョコレートをオーダー。チョコレートとカシスのケーキも一緒にいただきます。濃厚なホットチョコレートが最高でした。一人でもゆっくり過ごせるおすすめのカフェです。朝はあんなに晴れてたのに気づけば曇り空。天気が変わりやすいのは京都と似てるんかなって思いながらたまたま見つけた公園へ。こちらはチェコで国民の父と呼ばれるパラツキーの記念碑。チェコの歴史や文化を象徴する人物たちが並んでいます。歴史を感じる街を歩いていたら日本の本がずらり。思わぬところで日本語を見つけてなんか面白かった。チェコで民芸の文字を見るとは。少し歩いて気になっていたフランツ・カフカの像へ。42層のパネルが動きカフカの顔が完成する巨大アート。なんと重さは39トン。現代プラハを象徴するアート。スケールも圧巻。プラハは至る所に歴史を感じる街。そんな街を歩いているとこの場所を大切に守ってきた人たちの思いを感じます。最後にもう一つ気になっていたスポットへ。カフカの記念像。顔のない男がカフカを背負う不思議な彫刻。肩に乗ったカフカはまるでプラハの街を見守っているかのよう。お天気はあんまりやったけど見たかった場所はほとんど回れました。プラハあっという間の3日間やったな。もう今日で最後なんやと思うとちょっと寂しい。ホテルへ戻ってパッキング。購入品はまた別の動画でご紹介しますね。体調回復のために今日もお米とチキン。あさってはいよいよ北極圏入り。万全の体調で迎えたい。今日は早めに寝ます。おやすみなさい。空港までタクシー移動。車酔いでぐったり。フィンランドが近づくにつれてちょっと元気になってきた。訪れたことがある国の安心感ってレベチ。見えてきたヘルシンキ。一面真っ白。夏とはまるで別世界。楽しみや。戻ってきたヘルシンキ。この長いエレベーターも久しぶり。まずは電車でホテルへ。環状線やから先に来た電車に乗れば OK。 方向音痴に優しいヘルシンキ大好き。こういう何気ないアートにも北欧らしさを感じる。
京都じゃほとんど雪降らへんから、この景色だけでテンション上がる。いつの間にか居眠りしてて寝過ごすとこやった。起こしてくれた地元民に大感謝。夏とは全然違う景色にしばらく見入ってしまった。この時計塔を見るとヘルシンキに来たって実感する。今日泊まるのはヘルシンキ駅すぐそばのスカンディックホテル。夏に泊まって快適だったので今回もここにしました。前回とは違うお部屋。バスタブ付きやと嬉しいな。北欧らしいインテリアで癒される。コンパクトやけど一人旅には十分。ソファーも可愛いし、夏は電車が見えてた景色も今は一面真っ白。北欧あるある、壁のアートがおしゃれ。冷蔵庫もちゃんと冷えてる。でもこの寒さなら外に置いといた方が冷えそう。セキュリティボックスもあって安心。クローゼットも広々。アイロンあるのもポイント高い。お次はバスルーム。バスタブ付き、よかった。風邪気味やし今日はゆっくりあったまろう。やっぱり水回りがきれいやと安心やわ。エコフレンドリーなのも気に入っているところ。今日はここで一泊。明日の朝イバロへ向かいます。夜ご飯は近くのスーパーで買ってきたお寿司。フィンランドのサーモンは日本より美味しい。勉強中やからフィンランド語のテレビをつけてみた。全然わからん。それでは今回はここまで。次回はいよいよイバロへ。オーロラが見えるあの場所でお会いしましょう。バイバーイ。